はあ、シノ、お疲れですか？さすがにあれだけの戦いの後ですので、良い日和でもありますし、未だに疲れが抜けていないようでお恥ずかしいけど大変だったからしょうがないよ。そうそう、ケンスケ様も言ってたじゃない。休めるうちに休んでおけって。ここを出ればすぐに近江から越前だしね。そうですね。ではお言葉に甘えて。はあ、ちょっとマリちゃん、みんなも蹴鞠するの。しずくも一緒なの。あれ、しずくちゃんも？こんにちは皆様。蹴鞠か。そういえばみんなでするのって久しぶりだね。ねえねえ、双葉ちゃんも蹴鞠するの。私も良いのですか？もちろんなの。ダメ？皆さんと蹴鞠遊びができるなんて夢のようです。休めるうちにしっかり休んでおくのでは？軽く運動して体を動かした方が体はよく休まるって前にケンスケ様が言ってたよ。また怪しげな。とりあえずやろうよ。疲れたら抜けていいからさ。まったくもう。シノはお嫌ですか？いえ、双葉様と蹴鞠遊びができるなど光栄の至り。ぜひともお相手させていただきます。じゃあ始めるの。マリから蹴るの。双葉ちゃん行ったの。はい。お上手ですね。ユウに教えてもらっていますから。ユウさん、何でもできるんですね。ええ、書にも武芸にも通じ、茶の湯や絵にもおよそ道のつくものは大抵。もう何ができないか聞いた方がいいんじゃないですか。かもしれません。行きましたよ、コロ。おっとしまった。任せるな。にゃっていや、すごいの。えへへ。うわあ、いいよ。いつの間にそんな上手に。何かやってるうちに面白くなっちゃってさ、つい練習に身が入っちゃって。本当に猿みたい。助けてあげたのになんで私猿扱い？もう、双葉様まで。あ、しずく、行きましたよ。しずくも上手なの。はい、一応たしなみですので。ですが、私まで混ぜてもらってよかったのですか？みんなで遊んだ方が楽しいの。そうそう、気にしないでいいですよ。皆さんもですが、私もケンスケ隊の皆様と同じです。気にせず遊んでやってくださいませ。はい、光栄です。しのちゃん、行ったよ。せい。とりあえずはなんとか。ならなかったようですね。そんなことないの。
すがマリちゃん。へへ、まだヒヨには負けないの。私もマリちゃんみたいに上手になってみせるからね。コロ、言ったの。はい。次は双葉様。はい、任せてください。それから双葉ちゃんにも負けないの。私ですか？双葉様。ありがとう、しずく。いえ、このくらい。でも、どうして私に？蹴鞠だってマリほどはうまくないのに。蹴鞠じゃないの。双葉ちゃんもケンスケの奥さんだし、マリも負けないの。そっか、もう双葉様、ケンスケ様の奥様なんですね。ねえ、ケンスケ様の奥さんになるってどんな気持ちなんですか？もうそんなこと聞かないでくださいまし。あ、照れてる。かわいい。そんなシノ殿、ヒヨさん、双葉様にあのような態度をとって大丈夫なのですか？大丈夫ですよ。何より当の双葉様があのような付き合い方をお望みですから。そうなのですか。すごいのですね、ケンスケ隊の皆様は。それよりしずく、蹴鞠が。ですが、クオン様のあの宣言から考えれば、マリさんもケンスケ様の奥様になれるはずですよ。そうなの？じゃあ、ケンスケのお嫁さんになるの。私たちはどうなるのかな。正室はクオン様やカズハ様として、側室もユイナ様や双葉様でしょ。私はおめかけさんでも全然いいけど。それって何が違うの？何が違うんだろう。マリ、ケンスケのこと大好きなの。側室とか相性の違いはよくわかんないけど、ケンスケが好きなのはきっと一緒なの。だからケンスケの奥さんになれるなら何でもいいの。真理ですね。だってケンスケを守るのはマリなの。今までもこれからもずっとそうなの。やった。シノ、言ったの。はい。シノちゃんはどうなの？私ですか？私はすでにケンスケ様に全てを捧げた身ですので。シノ殿？雫が何を考えているのか大体想像はつきますが、私はあの稲葉山ですでに一度死んだ身ですから、この身も魂もすでにあそこで助けていただいたケンスケ様にお預けしていますので、私の格好を考えればおそらく慣れても相性でしょうが、この思いは何一つ変わりません。行きましたよ、雫。雫。はい。ありがとうございます、コロさん。どういたしまして。コロはどうなの？私はこんな身分だもん。コロさん、先日の式ぶりもお見事でしたが。私はただの尾張の野武士だよ。おばあちゃんよりも前の家系ですらわかんないくらいの家だから。ちょっと縁があってケンスケ様にお仕えするようになったけど、だから私もケンスケ様と一緒にいられるだけで十分なんだ。まあ欲を言えばおめかけさんにはしてほしいなって思うけど。コロさん。双葉様、行きましたよ。雫、どうぞ。
雫はどうなの？そういえば健介様のこといろいろ調べてたとか聞いたけど。それはまだ健介様にはお目にかかったばかりですし、まだ側室とか愛称とかそういう話では。それでは書物や報告で知った健介様と実際に見た健介様ではどうでしたか？それはああ、これはあれだね。あれだ。あれって何ですか？そういうことなのですね。はあ、また強敵出現ですか。強敵って？あれ、蹴まりはいたの。話に夢中になりすぎた。ひーよ。さすがにあれは無理。お任せなさい。チャヤー。おいちゃん？ハニーのお話と聞いて。わあ、梅ちゃん、地獄耳。はい、梅ちゃんも蹴鞠するの。梅さん、蹴鞠もできるんですね。文武百般に通じたこの私にとって蹴鞠などちょちょいのちょいですわ。そういえば先ほどから見かけませんでしたが、梅さんどちらに行っていらしたのです？ちょっと小鳥さんたちと遊んでまいりましたの。小鳥さん？梅さん、いくらお友達がいないからって言ってくれれば私たちがいくらでも遊んであげたのに。そうそう、さあ小鳥さんたち、豆が欲しいならお食べなさい。だから寂しい私と遊んでくださいまし。ってそういう意味ではありませんわ。梅ちゃん、だからいいなあ、マリも小鳥さんと遊びたかったの。マリさん、ですから小鳥というのは例え話で。梅ちゃん、もうそちらに行きましたわよ。はい。双葉様？行きましたよ。はい。どうして双葉様がこのようなところに？ケイスケ隊の皆様とはお友達ですので。マリともお友達なの。はい、マリともね。まあマリさんは今川家の方ですからわかるとして、ヒヨさんたちはいろいろあったんですよ。ケンスケ様が絡んだことですから。まあハニーが絡んでいるなら何があっても納得ですわ。納得してしまうんですね。でも納得しちゃうよね。梅ちゃん、行きましたよ。お任せくださいまし。そうだ、梅ちゃんはケンスケのお嫁さんになるの？危ない。助かりましたわ、ヒヨさん。気にしないで。それよりどうなの？もちろんハニーの奥様になれるなど願ったり叶ったりですわ。全然悩まなかったね。まあ梅さんですし。ですが側室なのかしら、それとも愛称なのかしら。由緒正しい蒲生の娘がいくら愛する殿方のもとに嫁ぐとはいえ、愛称というのは、それはまあ足利家や織田家に比べれば見劣りするのは当然ですけれど。悩んでる。梅ちゃんも悩みすぎなの。言ったの。はい、
お任せなさいな。それで皆さんはどうですの？もう側室にしていただきましたので。私はおめかけさんになれれば十分だから。私マリはケンスケが大好きだから、そんなの関係ないの。私もすでに健介様に全てを捧げた身ですので。シノさん、それどういうことですの？あと行きましたわよ。どうもこうも聞いた通りに思っていただければ。なんですって？梅さん、しのちゃんは稲葉山城でケンスケ様に命を助けられてるから、それでだよ。それは分かっています。問題はその先がどうなっているかですわ。それもご想像にお任せいたしましょう。不潔ですわ。梅さん、どういう想像したんだろう。でもまあ、梅ちゃんだしね。それを言うのでしたら、クオン様やユイナ様、足利家のお二人まで妻に迎えている健介様に思いを寄せるというのもいかがなものかと。私の愛は純愛ですもの。純愛。何か文句でもありますの？で、どうするの？とにかく私もハニーへの愛を貫くだけですわ。そうですわね。皆さんのおっしゃる通り、側室や愛称などただの形式に過ぎませんもの。でも本当になれるのかな。条件は鬼と戦う勇気があるかどうかだけだから大丈夫だと思うけど。折を見てクオン様に確認してみるべきでしょうね。私も皆さんと早く家族になりたいです。そっか。もし私が健介様のおめかけさんになれたら、双葉様とも奥さん同士ってことになるんだ。奥様同士なら確かに家族といっても差し支えはありませんね。そんな、双葉様と家族だなんて恐れ多い。梅はお嫌ですか？とんでもありません。ハニーの奥様になれるだけでなく、双葉様ともそのような縁ができるなら、それこそガモン一族の誉れですわ。家族だったら年の順からするとマリちゃんが一番下かな。だったら妹ってこと？妹？ってことはみんなマリのお姉ちゃんになるの？うん、マリは嫌？すっごく嬉しいの。マリ、今川家の長女だったからずーっとお姉ちゃん欲しかったの。じゃあ梅さんが一番上のお姉ちゃんかな。確かに。なんでいきなりこんなに妹が増えてるんですの？お嫌ですか、お姉様？双葉様まで。はい、お姉ちゃんなの。お姉ちゃん。ちょっと勘弁してくださいまし。とくもう、序列なら年の順よりこれで序列を決めてはいかがです？決まりですか。そんなにお姉ちゃんって言われるのが嫌なんだ。別にそういうわけではありませんけれど。でも決まりじゃ。マリは別にいいの。まあ序列など形式的なものにしか過ぎませんし。でしたらハニーに思いを告げる順番もこれで決めるというのは？それは勝てないながらも視力を尽くして挑まねばならないようですね。ひよ。マリちゃんに負けるのはともかくコロちゃんには負けないからね。マリだって本気で行くの。しずくちゃんは？しずくちゃんもやるでしょ？いや、しの殿。
参加しないのならそれで構いませんよ。競争相手が減るだけですから。なら行きますわよ。おや、蹴鞠ですな。ああの様子ですと誘ったのはマリ殿ですかな。負けませんわよ。このくらい余裕なの。やあ、コロちゃん行くよ。分かってるってば。にしては少々殺伐としておりますかな。健介に思いを告げる順を決めるらしい。おやおや、それはまたさすが健介殿と言うべきかなんというか、男冥利につきますな。ただのたらしだ。ですがこたびばかりはそのたらしが日の本の命運を握るという、なかなか落ち着きませんな、クオン殿も。我のことはよい。それよりもですな。で、どうなさるおつもりで？どうもせん。皆様方はクオン殿のお言葉を待っておられるようですが、それに聞き及んでおりますよ。クオン殿も蹴鞠の手前なかなかのものだと。我が混じっても仕方なかろう。ここから先をどうするかはあれらが決めるべきことだ。それにすでにミノには使いを出した。さようですか。であればこれ以上のおせっかいは野暮というものですかな。やや、あれに見ゆるは日の本一のたらし殿。あの場に出くわすのは少々間が悪い気がいたしますが。ちと言ってくる。ではな、ユウ。は、クオン殿もごゆっくり。